いろいろ考えた時にやっぱり、トライブが、一番自分に合ってるんじゃないかなと思って、まだまだ伸びしろやわっていうのを言われたのが自分の中で残ってて、もう自分のために、もう思いっきりやるだけなんで、全部自分が終わってると思ってます。楽勝だと思うんですよね。萩原選手との試合発表したんですけど、正直レベル違うんで速攻ぶっ倒してやります。レベルが違うっていうのはこっちのセリフなんで、速攻倒しに行こうと思ってます。大した実績も残してないので、調子乗るのはまだ早いぞって感じですよね。しっかりここで格の違いを見せて、お前なんかまだまだやぞっていうのを見せてやりたいですね。多分打撃で負けたことないと思うんで、そういう選手を倒すのがやっぱストライカーだと思うんで、いいじゃんって燃えるねって感じでした。久しぶりに、みんなが見たいような内容の試合ができるんじゃないかなと思って。めちゃくちゃ噛み合うと思いますよ、本当に。はい。環境を変えて長い期間やってきた結果これやったんで、もう限界かなって思いましたね。そういうのも含めてちょっと今後は考えたいなと思ってます。あのまま終わってたらあいつは負けたまま終わったっていうこのレッテルを貼られて、このままこの先生きていくのもちょっと嫌やし、応援してくれる人も増えて負けられないプレッシャーじゃないけど、そういうのが大きくなりすぎて、ちょっとこのいろいろ後手に回ってたかなっていうのも思ったんで、もう 100% この自分のために、もう思いっきりやるだけなんで、いろいろ考えた時にやっぱり大阪の環境じゃちょっと伸び悩んでるなっていうのがあったんで、調べていく中で、トライブが、一番自分に合ってるんじゃないかなと思って。いきなり本人から、インスタの方でダイレクトメッセージが届いて、練習を拠点を東京に移したいっていう本人直々にこうやって連絡してくるのは初めてでして、もったいないなって思ってましたね。素材的にほんまに基礎も全く何もできてないなって言われて基本まだできてなかったので、そこさえできてればそんなにやられることはないだろうとは。まだまだ伸びしろやわっていうのを言われたのが結構この自分の中で残ってて、普段やったらやめてるところをもう1ラウンドもう2ラウンドいけっていうのを言ってくれるんで、そういうこのケツを叩いてくれる存在がやっぱりいることが一番でかいなと思ってますね。圧力が強いですよね。他の選手と比べても僕は抜けてるから、そこを逆にカウンター狙ってくるんじゃないかなっていうカーフキック注意しながらテイクダウンして、相手側の作戦は立てやすいんで、そこをもう潰しにいきます。さらに、萩原自体が苦しんでると思うんで、今自分と戦わない方が良かったんじゃないかなって思いますね。はい。さらに苦しい。いや、ちょっと正直はいごめんけど。全部自分が埋まってると思います。楽勝だと思うんですよね。自分が多分 MMA で戦っちゃったらもう本当秒で終わっちゃうんで、打撃やってあげようかなって感じです。はい。技なんて多分素人レベルだろうから、タックル来たら速攻決めちゃいますけどね。はい。高木亮の右ストレート。ストレート自信みたいなのってどうですか？ありますね。もう 100% 食べてます。若くていい選手やと思うし、パンチの当て感があるなっていうぐらいで、カーフが当たり始めると萩原選手は結構リズムいいんですよ。そこだけですね。そこでリズム乗らせなきゃもう全く問題ないですね。はい。こっちもそんな対策されてるのも分かった上でもうバンバン蹴っていくし、やっぱ足を潰してで最終的にはもう顔面に思いっきりパンチを仕込みたいですね。得意なところで頑張りなって感じです。付き合ってあげるから何でも付き合ってあげるからって。
リスペクトにかけるだけやなと思ってるんで、そういうイライラも、試合当日まで貯めて、で当日リングで思いっきりあいつの顔面縛いたろうと思ってますね。バチバチいきますよ。めちゃめちゃうまくはまる時もあれば、それがうまくいかないパルプンテ的な、何が飛び出てくるか分かんない。さあ引き込んだこの形。もうずーっとなんかもう走ったりとか、自分も休んだ方がいいですよとは何回も言いましたけど、ATT 行くことによって打撃も総合ありきの打撃というか、寝技も総合ありきの寝技、一個一個僕の場合はバラバラだったんですけどつながってきたっていうか。きっかけがないですね。練習時間を削ってまで。うわー飛び込んで、さあ引き込んだ。今の自転車とやっぱりこんなに進みが違うんですね。めちゃくちゃ乗りやすいっす。電源入ってないっす。すいません、ちょっとアホだなっていうか、マジで天然なんですよ。今日はチーズケーキを一緒に作るんですけど、チーズケーキをチーズじゃない、これはチーズで、最近あんまりいい試合ができてないんで、本当変わんなきゃダメだなっていうのを感じてますね。さあ引き込んだこの形。そして北田。にわかかにわかじゃないかのちょうどセンターライン、佐藤翔吾です。佐藤翔吾。MMA とは何たるかっていうのを体現できたら嬉しいですね。ノック合わせたのは井上。人生だから、勝ちも負けもまたやり直す。戦いっていう側面をもうちょっと見せていきたいなとは思いますけど、ちゃんと仕留めに行くっていうところをもうちょっと見せたい。自分の本当全てをかけてぶつけたいなっていう気持ちが強いです。探してたもの、求めてるものはある気がします。本当に悔しい。世代交代っていうか、ダメージ的に引退しないといけないんじゃないかな。何言ってんだって話ですけどね。まだまだこっからでしょっていう。身体的な衰えも全く感じないし、その上でテクニックとか経験値も増えてるんで、強がりでも何でもなくて客観的に見て今が一番強いと思います。そうか、第2回が出てますから僕で、オリジナルメンバーのカンナちゃんももう次で辞めちゃうっていうし、なんか僕も35で1回どうしようか考えようなんて思ってましたけど、好きだし体動くし全然強くなってるし、全然やりてえわと思って、下から突き上げが来て、それを打ちのめすのか食われるのかっていうのを自然の摂理というか、俺も今までそれやってきたし、ゴメさんに喧嘩売ってとか北尾さんと試合してとか、それがまた自分に巡ってきたってだけで、そこで俺はね抗いますけど、まだまだ時が来たなっていう感じですよね。海外でもやってはりますし、経験豊富やし、やつ選手に勝たないと次のステップにはいけないので。
年は俺の年だと思ってますし、僕がぶち上げていく未来は見えてるんで。パンチのスピードと出力も高いでしょうし、日本人の総合格闘家でなかなかボディ打ってくる選手とかいないですし、やっぱスキルは高いですよね。ビビってますよね、やっぱ。最近なんか寝技で落ち着いてるような、お祭り男かって思うぐらいのなんか試合っていう感じはしますけど、最近打撃上手になってきたって言ってますけど、こっちはオリンピック目指しとったアスリートなんで、そことなんかちょっと上手くなったぐらいの打撃で比べられたと思いますし、今回だから木村フィリップ・ミノル選手が倒した時以上のなんか失神見したのかなと思ってます。まだまだね、全然アマちゃんだと思ってるんで、そこの厚みっていうのをこの試合でずしんと見せたいと思ってます。はい。いいんじゃねえ、男だろ。最初は悔しかったんですけど、全てのことに意味はあるんでしましたね大人ですから。長かったなって思うけど、今振り返ってみると一瞬でしたね。自分の今までやってきた集大成として、今持っている全ての力をチャンピオンにぶつけたいと思います。自分を強くしてくれて、今は本当に感謝してます。おめでとうございました。見事チャンピオンとなりました朝倉環奈選手でした。お願いします。はい。お久しぶりです。久しぶりです。まあレスリングやってた時も一回もやめたいって言ったことなかったから、まあでも環奈のここが限界なのかなって。環奈ももう疲れたよなってこういうことをもう何十年もやってきたんだから、思い出深いのはね、浜崎さんの 2回目のタイトル、勝ってたらやっぱまたちょっと変わってたよなっていう気持ちはありますね。その当時は必要とされてた自分、なんかその試合見たいとか、それがなんか最近は周りからも感じなくなってきたっていうか、それを自分で感じてて。膝危ない。ボディハイキック。まあ特に最後の方ちょっと辛そうでしたね。そうでしたね。あれですよね、超人になりきれてない人間みたいな、ジェロニモみたいな例えがやだやだよ。レナさんとか、まあ、浜崎さんとか、もう超人じゃないですか、はっきり言って。精神的にも肉体的にも。なんかいつも辛そうな気がするいやいやいや。レスリング含めたらそうですね、人生のほぼ格闘技やってるって感じなんで。おー、いいですね。大晦日は基本的にはもう格闘技だったんですよ、昔から。CM になった途端にみんなで腕立てやらされる。ちょっと CM の間ずっと腕立てしなきゃいけないっていうルールがあるんですよ、当時。おかしいよ。ほんと怖かったな。真冬な大晦日ですけどね。やば。文句あんなら大輔さんに言えよ。煽りを見て俺がおられちゃってた。どういうこと？全然わかんない。だってお前らちょっとしか曲がってなかったもん。そういうことでもない。そういうことじゃないか。いややっぱ。小学校2年生ぐらいからずっと柔術とかそういうの、まあそのぐらいから見てたんですけども、 MMA を見たのは10年ですよね。はい。環奈が高校生になった頃、うちの息子と毎日練習してたんですよね。僕と朝倉洋平さんと、まあ、あの頃この子たちは何者でもなくて、とにかくこの子たちをこう強くさせようって感じでやってたんで。
うちのチームっていうともう朝倉環奈みたいな感じだし、環奈に憧れて入ってくる人もいっぱいいますし。でもまあ本当になんか昔とはまた今全然違う状況で後輩もできて、最後いいもの見せればいいなって思ってますね。おかなり深く入ってる。さあ来た下からギロチン。小学校の時から知っててレスリングが強くて、多分1回試合してると思うんですけど、4年生とか5年生だと思うんですけど、その時に金ちゃんに負けてましたね。同い年の一緒にレスリング練習もしたことのある子が外人でチャンピオンになったっていうのがすごい自分の中で衝撃で、自分も頑張らなきゃなっていうような気持ちになったので、環奈ちゃんに関しては自分が総合格闘技を見るようになったきっかけの一つかなと思います。女子格闘家にとって引退って考えたことあります？はい。藤野さんがやってる限り私と考えられないですね。あ、ちょっと待って、でも3人お相手格闘家ですよ。確かに意外な共通点。確かに普通の人だったらもうどっかでだってね、子供産んで育ててとか生活が多分そっちに行くかもしれないですけど、ますよね。まあいろんな今多様化してますけど、最終的にはまあ結婚して子供を産んでとか、環奈ちゃん特にずっと結婚したいっていうような言ってたのも知ってるので、そうです、お母さんになりたいっていうのもあるので、いろんな葛藤とか、努力とか、やっぱそんな中での10年ってすごいきつかったと思うんで、自分からしたらすごく頑張ったなっていうような気持ちが強いですね。ここでしっかり圧倒して勝って、これからの女子格闘技をさらに盛り上げていきたいと思ってます。環奈が負けて引退っていうのは多分みんな思ってると思うんですけども、まあ、僕らはそうは思ってないんで、最後はしっかり勝たして引退しようっていう。大臣に出れたことは本当に幸せなことと思います。でもその裏でもうめちゃくちゃ苦労はしました。幸せが大きい分苦労も大きいねって話してましたけど、これからの人生ははるかに長いんですよ。何をやってもいいわけだし、これ意地でも天心呼ぶかずっと言うじゃないですか。なんとなく全然いいんですけど、別におせっかいおせっかいやってますよ。